はい、どうもゆうです。今回はですね、ディビジョン3でですね、ちょっと沼ってしまいまして、そこで、ちょっとあるフォーメーション使ってからですね、勝ち出したというか、5連勝して、ディビツ上がりましたので、その時の使用したフォーメーションですね、紹介していきたいなと思います。本当に勝てなくなってて、しばらくちょっとできない期間があって、復帰したら5バックが増えてたり、433とか、あと、もうスカット自体がみんなめっちゃ強くなってる印象でした。本当に。どんだけ強くなってるんっていうぐらい、みんなスカットが揃ってですね、マジできついなと思いながらやってたんですけど、で、5バック試したり、433試したり、いろいろやったんですけど、結果的に、この今出てる442が一番しっくりきて、点数もちゃんと開けて、4試合ギブ取ったのかな。で、5試合目もちゃんと昇格の時も2点差で、5バック相手にも勝ってっていう感じで、決めれたんで、こちら紹介していきたいと思います。紹介していきます。先週の役割ですね。スイーパー、キーパー、プラスプラスですね。これに関しては結構飛び出しがだいぶ良くなりました。これを全然変えてなくて、キーパー、今まで。で、変えてみたらすごい飛び出しが良くて、特にライン高めにしたりとか、今作裏抜けが結構強いので、スルーパスであったりとか、フライスルーパスが強いんで、そこをケアしてくれるっていうのはいいのかなと思います。もしプラスプラスじゃなかったら全然使わなくてもいいのかなと思うんですけど、あと大会の場合精度なんで、あんまりフィニッシュを使いこなされてないんであれば、遠目からのシュート、そこまで警戒しなくてもいいのかなってとこもあるんで、その間、相手の動きを見ながら、プラスプラスじゃなくても、スイーパーキーパー設定でも、一つありなんかなと思いますね。ちょっと手足でしかまだ見れてないので、他のキーパーがどんだけ飛び出しいかわかんないですけど、僕はおすすめかなと思っております。で、次ですね。両サイドバックに関しては、もう本当これサイドバックがいいと思います。5バックの時は、普通に上げたいんで、そんなに意識しなくてもいいのかなと思うんですけど、4バックに関してはこれにしとかないと、本当カウンターで裏抜かれます。はい。ここはもう必須級ぐらいになってるのかなとは僕的には思います。去年の4321とか再現するんであれば、上げた方がいいかもしれないですけど、自分は上げない方が安定するかなと思ってます。で、真ん中に関してはディフェンダーですね。ディフェンスの基本的な役割の高いセンターバックっていうことで、ここはもうこれでいいんじゃないかなと思います。で、真ん中ですね。ボックストゥーボックスかなと思います。ここをちょっといじったりしたんですけど、なんかしっくりこなくて、なんかギャップできたりとかで。で、バランスよくで取ってくれるのがボックストゥーボックスだったので、僕はこれでいいんじゃないかなと思っております。で、次ですね。両サイド、インサイドフォワードにしてます。これに関しては、もうウィング片側離すのもありですし、両方離すのもありなのかなと思ったりとか、例えば片側インサイド、片側離すでもいいのかなとは思います。ここに関しては、本当好みで合わせていいのかなと思うんですけど、最近433とかいろんな褒め使ってて、自分がしっくりこなかったなっていうのがやっぱりあったので、そういった面で言っても、今回のですね、この4枚で攻めれるっていうのがすごい楽に感じました。3トップじゃなくて4枚で、ストレーフも警戒させつつ、真ん中2枚もうまく使いつつ、裏も抜けるっていうことで、本当に使用感いいなって思ったので、ここはありかなと思います。インサイドフォワードにしておけば、真ん中に絞ってくれるんで、ここに関しては本当にこれでもいいのかなと思います。ウィンガーでもいいし、インサイドフォワードでもいいのかなとは思います。で、ここに関してはフォルス9か、テントリアなんですけど、これ片側下げるだけでマジで、ビルドアップが楽になります。こっちに関しては、正直、アドバンスフォワードとかでも全然問題ないんですけど、片側はフォルス9で一回下げた方が僕はやりやすかったかなと思いました。で、ここなんですけど、ここショートパスかバランスかなと思います。僕的にはバランスの方が良かったんですけど、ショートパスも結構いいかなっていう部分もあったりとか、あとカウンターも全然問題ないかなと思うんですけど、正直ここに関しては、バランスでもいいのかなとは思ったりしますね。あとは守備的アプローチは、高めがいいかなと思います。序盤に話したようにキーパーを上げたいんで、そういった面で言っても、ここは高いで、ラインを高めに保ちつつ、プレスいけたらいいかなっていう感じかなと思います。あと守備の枚数もね、ちゃんとかけれるんで、
まあ、どっちか片側を、この選手の役割でオフェンスで残すっていうのもありなんですけど、まあ、それよりかは、まあ、こうやってバランスでやった方がいいんじゃないかなと思うので、まあ、僕はこちらをお勧めしたいなと思います。はい。ということで、以上になります。で、コードに関してはですね、まあ、こちら準備してますので、まあ、こちらになりますので、ぜひ使ってみてはどうかなと思います。まあ、先ほど説明した部分とかに関しては、自由に、いじってもらっていいのかなと思いますので、ぜひ使ってみてください。ということで、以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、また。はい。ということで、皆さん動画視聴ありがとうございました。最後にですね、転売情報について紹介していきたいと思いますね。FC24 の転売情報ですね。今までずっと、同じ動画の使い回しだったかなと思うんですけど、最新の情報になるかなと思います。自分としては今のところトレード収入としては4500万という風になってます。実質コインで言うと多分3000万ぐらいかな、多分。だと思うんですけど、これに関しては利益というか、手数料が入ってないとか、いろんな兼ね合いがあってちょっと差額が出てるんですけど、今作もそれぐらいのコインは増えたかなと思います。自分自身今作に関してめっちゃ、大会もほとんどっていうか全部参加してきてるんで、1回の FCS 以外は全部参加したんじゃないかなと思うんですけど、その時の大会のスカット組んだりとかでも結構損害としては大きかったので、それ踏まえた上での、この金額だったら今作もできたかなとは思ってます。一応自分としてはトレード収入とかは全然オープンにしてるので、皆さんにも結構X とかで載せたりとかもしてますけど、前作で言うと5000何百万、前々作で言うと6000万っていう感じでした。で、今作も選手がねやっぱ高いので、そういった面で言ってもコインは結構必要かなと思います。大作も同じ感じでね、情報は出していこうかなと思うので、その加入についてはですね、よければ概要欄の方に詳細全部書いてますので、Twitch であったりとか YouTube についての方も載せてますので、よければそれを見ていただけたらと思います。で、どんな感じで出してるのってとこなんですけど、これは転売成功案件になります。自分も直近で出たシャビとか、79,000買ったやつを10万とか11万で売りましたよとか、3万で買ったディフェンスの3万8000とか4万とかで売ったよっていうやつになりますね。で、ちょっと最近で言ったらね、情報が少なくはなってきてるんですけど、こんな感じで誰々がおすすめだよっていう、何本ぐらい狙って、何本で売った方がいいよっていうのをこんな感じで載してるっていう感じですね。あとはもう Excel とかでも、こういう感じで Excel とかでまとめたりしてて、こういった情報を出してるという感じになります。ちょっと終盤になるにつれてね、情報量としては、やっぱり移籍市場としてもちょっと動きにくかったりもするので、そういった面で言っても、ちょっとやりにくい状態ではあるんですけど、それでも一応、増やしていってるっていう感じにはなります。今作はやっぱり男女になったりとかで、各レートの仕込みであっても結構上がりにくかったりもしたんで、ちょっと難しさっていうのは出たんですけど、そこもちょっと工夫しながらですね、対応はできたかなとは思ってるんで、来作も、多分またパターン変わってくるかなとは思うんですけど、ちょっと今作とか前作、前々作の知識を使ってですね、皆さんにいい転売情報を出していけたらなと思っています。FC24 の転売情報ですね。で、プレイに関しても、一応対応とかしてて、自分としてはランク1だったりとか、FCS で言ったら、ちょっとオフラインはいけてないですけど、オンラインにベスト16ですね。グループリーグ突破の決勝トーナメントベスト16は3回残ったりとか、っていうのが、一応自分の中での実績ですね。アジア大会も出たりとかもありましたけど、そういった実績とかもあるので、そういった、カスタム戦術とかの共有であったりとか、おすすめ選手とか、エボリューションとかも含めてですね、こういった感じでね、やってるんですよね。一応こんな感じで。はい。このコーチング動画に関してはまた前にも1回出したと思うんですけど、コーチングしますよっていう感じのやつですね。こういった感じで募集かけてまたやっていこうかなと思ってるんですけど、おすすめ選手であったりとか、誰々強いよとかいうのをこういうのに出してるので、興味ある方は、ぜひ、概要欄見ていただいて入っていただけたらと思います。っていうことで、最後にですね、このチャンネルですね。よければチャンネル登録していただいて、動画の方に関してはもう本当にレビューとかカスタム戦術とか、プレイのところとかですね、メインに出してるんで、別の情報ですね。やっぱり、
まあ、これを特典にしてる関係上、まあ、こういった FC20 の転売情報とかは、YouTube のコメントとかでは、回答しづらいんですけど、まあ、ライブ配信とかでは、一応ね、もう限られた時にしかやってないので、回答してるっていう感じにはなってるんで、よければ、そういったところも見ていただけたらなと思います。で、まあ、チャンネル登録も、5000人目指してるってこともあるので、よければしていただけると嬉しいです。まあ、こういった感じで動画の方もまだ引き続き出していくので、皆さんよろしくお願いします。まあ、ディスコに関しては、何度も言うように概要欄の方を見てください。それでは、また。